おはようございます。たかしです。本日は9月28日木曜日、ただいま10時1分。それではポンド円、そしてドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。9月30日までポストプライムのプライム登録 75% 割引を実施中です。この期間にご登録いただくと3ヶ月間ずっと 75% 引きでプライム会員をご利用できます。詳細は概要欄をご覧ください。あさってまでの大型キャンペーンとなりますので、もし少しでもご興味ある方は早めのご登録がお得です。それでは前半はポンド円、後半にドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日もここのところずっとそうですが、かなり小動きな感じですね。じりじりと下落はしてきている。ポンドが弱いのでじりじりと下落はしてきているんですが、かといって下げきれない。でも反発の上昇も弱いというところで、今冷やしの GMMA の青帯の下に入ってきてますので、基本的には上値は重くなっております。ただマクディですが、今まで弱かったんですが、少しずつその弱さを解消してきている方向に動いております。ストキャスティクスも常に安値圏にありますので、反発しやすい地合いではあるんですね。ただ反発するといっても、ここから急激にこの直近高値を目指すような大きな上昇になるのではなく、このあたり今 GMMA はまだ現在地の上にありますので、基本的には GMMA が上値を重くしますので、このあたりでのレンジ、もしくはここから下げ止まりを作ってからの上昇になるのか、それとも今は日柄調整をしている途中ですので、このまま一気にズドンと値幅調整をしてくる、この安値ですね、178円ぐらいまでの値幅調整をするのか、それとも現在のこの動きが継続しながらここで下げ止まりを作ってからの上昇になるのかっていうところを見ておきたいです。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足は下落トレンドを作ってます。4時間足は比較的わかりやすいんですよね。GMMA の青帯に接触してからの下落っていうのを繰り返しております。そして現在再び GMMA の青帯まで昨日上昇してきました。で、ここからどうなるかですね。本日ここからトレンド転換していって、昨日のこの上昇の流れからのトレンド転換での下落、この矢印の動きをするのか、それともこのトレンドラインですね。この緑のトレンドラインを上抜けて一旦上昇に入っていくのかっていうところです。冷やし大枠ではレンジだというふうにお話ししましたが、そのレンジの幅っていうのが今はわかりません。ただ冷やしの GMMA がすぐ上を走ってますので、基本的にはだいたい182円から183円付近、このあたりまで上昇してくれば上値は重くなってくると思いますので、もし急激にズドンと上昇するようなことがあれば、そこからこの下落トレンドを終了として上昇に入っていく可能性はあるんですが、今のこの感じを見てますと、ここから上昇していたとしても、例えばこの水平線 182.7 付近から再び下落するみたいなことが起こってくると思いますので、その辺は注意ですね。現在は基本的には下落トレンド中ですので、この下落の流れに乗っていく。ただこの緑のトレンドラインを上抜けてきた場合は、戻り売りは一旦様子見がいいと思います。基本的には今トレンドラインにぶつかって下落してきてますので、その流れをイメージしておく。その流れが崩されてくれば、そこからは一旦様子見。そして現在は181円付近でダブルボトムでの上昇になる可能性もありますので、その辺も注目しておくといいと思います。では1時間足です。4時間足で見てましたダブルボトム、ここですね。21日の木曜日の安値と、それから昨日の安値というところで、ここでのダブルボトムからの上昇になるのか、それとも4時間足のトレンドラインがすぐ上にありますので、この緑のラインにぶつかってからの下落になるのか、それが黄色矢印のイメージです。基本的には4時間足の下落トレンドが今綺麗に描いておりますので、その流れに沿ったトレードをしていくのが分かりやすいと思いますが、今の1時間足を見てますと、トレンドラインに接触するぐらいまではこのじりじりとした上昇が続くかもしれませんので、本日はもう少し上昇を見ておいてもいいのかなと思ってます。そしてトレンドラインに接触してくれば、そこでのプライスアクションに注目、そこで上げ止まってからの下落になるのか上抜けていくのかっていうところを注目しておきたいですね。では次はドル円を見ていきましょう。まずは冷やしからです。ドル円冷やしはオレンジの平行チャンネルの中で動いております。平行チャンネルの上限まで少し距離がありますよね。このあたり現在地から上昇していけば151円ぐらいですね。ですので現在のターゲットは151円付近ということになります。151円まで行ってしまえば次平行チャンネルの上限にぶつかってからの下落になりやすくなります。過去の動き見ていてもそうですよね。なので過去1回2回と同じように下落してますので、今回も下落する可能性を考えておきたい。ただ現在が 149.5 付近ですので151円までもう少し距離があります。ただし冷やしストキャスティクスは高値圏にあります
ので、いつ調整の下落を起こしてもおかしくないところにはあるっていうのは念頭に入れておいてください。今のところじりじりと上昇してますので、この上昇の仕方かなり難しいと思いますので、この上昇についていくというよりは一旦の調整を待つ。もちろん冷やし単位で調整する可能性もありますが、今の全体的な環境を考えてますと、そういう動き方をするのではなく、買い足、1時間足とか15分足で調整の下落をしてからの上昇っていうのを繰り返しておりますので、その辺の買い足の流れに従っておくのがいいと思います。現在は上昇トレンド中ですが、冷やしのストキャスティクスが高値圏にあるということは、いつ冷やし単位の調整の下落、GMMA の青帯ぐらいまで調整の下落をしてきてもおかしくない、そういうところにはありますので、そこは注意です。では4時間足です。4時間足は赤の平行チャンネルをイメージしておりました。オレンジの平行チャンネル、冷やしの平行チャンネル上限はまだ上ですよね。ですので、この辺あたり151円ぐらいまでは上昇する可能性は十分にあるんですが、現在は一旦赤の平行チャンネルの上限に来ております。過去の動きを見てましても、平行チャンネル上限付近から一旦調整をしておりますので、今回もここで調整をする可能性を考えておきたいですね。ここのところ上昇の角度がちょっと変わってきたの分かりますか？今までこの平行チャンネルの中で上がったり下がったりとしてきておりまして、しばらくは平行チャンネルの中央付近で、この平行チャンネルの傾きに沿って上昇してきました。そして今週に入ってからは結構強めの上昇に入ってきてますよね。ですのでちょっとこの上昇の仕方気になりますので、やはりそろそろ一旦ここから調整の下落を考えておきたい。ただし、このまま151円を目指してスルスルと上昇する可能性もありますので、そこは注意ですね。もし151円を目指してスルスルと上昇する1日の中でそういう動きをするのであれば、為替介入が入るリスクが高くなってきますので、そこは注意です。現在は平行チャンネルの上限にあるので、一旦はここから GMMA の青帯ぐらいまでの調整の下落を待つ。そしてそこからの次の流れの緑の矢印の動きを想定しておくといいと思います。では1時間足です。4時間足では結構深めの押しをつけるというような想定でしたけれども、おそらく今のこの動き方を見ていると、そこまで深い押しをつけない可能性の方が高いです。今1時間足を見ていると、この GMMA の青帯に沿って上昇してきておりますので、基本的にはこの流れが継続すると考えておく。そして1時間足の GMMA の下に潜り込んできた場合、その時は4時間足の GMMA 付近まで調整の下落をすると考えるのがいいので、その辺を見ておくといいですね。現在は1時間足の GMMA に沿って上昇中ですので、1時間足の GMMA 付近まで押しをつければ、そこからの反転をイメージしておく。ただし4時間足の平行チャンネルの上限にありますので、もしかすると4時間足の調整をしてくる可能性があります。深めの押しをつけに行った場合、現在4時間足の GMMA が走っているのはこの辺りになるんですね。149円手前、148円後半ぐらいになってきますので、その辺ぐらいまでの押しは考慮に入れておいた方がいいと思います。148円台後半ぐらいまでの押しをつける可能性。ただし1時間足の GMMA で今のところは綺麗に上昇してますので、そこまで下落してくれば緑の矢印のイメージで GMMA の青帯からの反発を見ておく。そこの反発が弱ければもう一段深く下がってくるというところを考慮しておくと、トレードするポイントが絞れてきますので、どんどん上昇するときは様子見、しっかり押しをつけてきたときだけエントリーをするみたいな風にルールを決めておくと、相場に振り回されなくて済みますのでいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。